当に長いことお待たせしましたけれども、6月の25日やっと発売になりましたね。東京バイスの監督の山崎さん、そして塩沢兼人さんをお招きして今日は楽しくお話を伺いたいと思います。こんにちは。どうもこんにちは。東京バイスには私も混ぜていただいたんですけれどもね。もう大活躍でした。あきらさん素敵でした。お互い褒め合ってますけれども。さて監督、各キャラのイメージっていうのはどういう思いで作り上げてたんですか。まず順平お兄ちゃん。順平はですね、やっぱり基本的に主人公をやらせようと思って作ったキャラクターだったんで、従来のセオリー通り熱血直情型の、突っ走り野郎で、設定したんですけどね。まあそうなったんじゃないですか。八尾さんの声もあってだって。そう、八尾さんのキャラクター通りっていう感じもしましたけれどね。なんか一番得意とする分野じゃないでしょうかね、八尾さんの。そして美しい恵子さん。恵子さんもなかなか、お嬢様で、僕らの憧れたいなと思ってる、やっぱりお金持ちで美人で性格が良くてね、全てを備えた女の人をちょっと設定してみようかなと思って。それをふみさんが当ててらしたんですよね。そうですね。そして本人を目の前にして言いづらいかもしれませんけれども、流山明さんはどういうイメージで作ったんですか。これはですね、女の子のファンをやっぱり対象にしましたから。かっこいい。まあキャラクターですからね。もう本当に。でもこれもまたね、塩沢さんの得意とする分野じゃないかなという。もうなんというか、あれは要するに自分じゃないと思ってやると簡単にできるんですよね。そうなんですか。でも金津さんなんかアフレコの時ずいぶんハマってましたけど。いやその時はほらその気にならないとできないから、それだけのことなんですよね。そしてマミがやった順平お兄ちゃんの妹ですけど。これはもう本当に小森さんのイメージ通りじゃないでしょうか。だって。私、そんな間抜けな女の子に見えますか。さて今ロボットアニメとかたくさん出てる中でね、生身の人間がああいう工業用ロボットっていうか軍事用ロボットに立ち向かっていくっていうのをわざわざ東京バイスっていうことでねビデオに作り上げたっていうのは何を伝えたかったっていう意図があったんですか。そうですね、基本的には活劇がやりたかったんですよね。活劇、でなんかただ今のアニメーションってみんななんかそういうロボットとか派手めなものがないと企画が通してくれないんで、それでしょうがないんで、じゃあちょっと漫画チックにしようかなと思って、であれが出てきたんですけど。じゃあそういうようなニュアンスが伝わったらいいなって。そうですね。皆さんどうでしょうかね。さて7月の25日今度はですね、レーザービジョンが発売になるんですけれども、これにはなんか特別な仕掛けがしてあるそうですね。はい、なんかポリドールサイドの意向で、ちょっといろいろないかということで、ロールプレイングゲームっぽいシチュエーションで、その本編の中にですね、30分の1コマだけ問題がポッ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 と12箇所くらい、クエスチョンが入ってまして、でその答えを解いて、その答えを全部出した後にその答えの文字をずっと1個ずつ抜いていって一つの言葉を作って、でそれの正解がポリドールの方に送ってもらうとなんか商品を送ってくれるという、なんかいろいろ考えてるみたいなんでね、 T シャツとかなんとかいろいろ考えてるみたいですよ。もっとなんかすごいものが当たるかもしれないって。レーザーですか。味わえない面白さがあるわけですね。7月の25日期待してくださいね。塩沢さん、全国1000万の塩沢さんファンの皆さんにですねそんなにいるわけないでしょう。5人か6人ですよ。あきらさんの声でこの見どころとメッセージお願いします。カメラ向かって言ってくださいね。あの声でですか、この顔でですか。困ったな。全然違いますけどごめんなさい。なんというか、いやこういうのは照れますよ。自分の顔で声出せっていうのは。大丈夫です。本当に、なんというか、久しぶりになんというか恥ずかしくもない2枚目ができました。
本当に僕自身は喜んでおりまして、皆さんにも多少は喜んでいただけるんじゃないかと思いますが、もう一度この役を演じさせてみたいと思う方は、ぜひパート2ということを考えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい。どうもお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。東京バイスの話題でした。さて続いてのインフォメーションは陽東伝パート3です。さあ綾之助はパート3ではどうなっちゃうんでしょうね。監督、何でもロケハンに行ってきたそうなんですけど、どこ行ってきたんですか？ですね、安土城にまず行ってきまして、安土城って言ってももう跡しか残ってないんで安土山に行ってきまして、でそれから姫路城に寄りまして、で姫路城っていうのが桃山建築の流れを組んでる城でして、安土城の作りの影響を非常に受けてる城らしいんですよね。パート3でそのロケハンはどうやって活かされるんでしょうか？その城の作りとかそういうふうなのは基本的に安土城の、作りと非常に似てる部分がありまして、でただ安土城の場合は山城なんでね、それをどうそれっぽく見せるかというんで、残ってない城だからとりあえず実際にある城をモチーフにちょっと手を加えようかなと。それが姫路城になりそう。姫路城にはならないでしょうけどね。でも姫路城の細かいディティールとか、その建築様式みたいなのは取り入れられるんじゃないでしょうかね。はい。パート3では完結編になるんですよね。はい、苦しいんですけれどね。どうして苦しいんですか？いやちょっともう少しパート2なんかでね、秘密関係とか裏設定の関係をもう少し出しといた方がパート3はまとめやすかったかなと思ったんですけれど、でもどうしてもなんか3で収めないと辛そうなんで、はい。でも結構なんかシナリオ段階でまとまってきたんでね、そこそこ大どんでん返しがなんか2、3回あったりなんかするんじゃないかなという構成になってますね。史実だと京都の本能寺の変が出てくるんですけれども、史実とはまたちょっと違ってくるんですか？冒頭が本能寺の変から始まるんですよ、パート3は。で本能寺から、その山崎の合戦で、光秀が秀吉に倒されて本能寺が燃える本能寺じゃない安土城が燃えるんですけれど、そのちょうど13日間くらいかな、これが具体的な舞台になりますね。そうするといよいよ信長危ないですね。そうですね、でもなかなか死なないですけどね、あの人はね。最後こうもののけになったりとかいうのはそうですね、信長はどうかな。でもいろいろあるんじゃないですか。いろいろある、今は言えない。そうですね、やっぱり主人公はピンチに陥らないとやっぱり展開的に盛り上がらないかなと思うんで、やっぱなんかね、おぼろ衆が弱すぎるっていうなんか当初が結構あったんで、今回のおぼろ衆は残ったやつ全員強いかなという。それから綾之助がね、あやめっていう女の子にパート3ではこうふっと女らしさを見せちゃって、それが弱点になるみたいな演出はしてないんですか？ですね、いつか出てこないとつまんないですよ。戦いの中ではあの人はこうバーッと猛進型でね、もうひた走るタイプのキャラクターなんで、戦いの中では具体的にはそういうのはないです。ただ、ラストにねちょっと女の子に戻りそうかなというニュアンスだけは残るかなと。例えば左近に恋をしたりとか。左近に恋、そうだね、左近に恋っていうか左近の方がちょっと惚れてたりなんかするのかもしれないな。だって男だと思ってるんでしょ。あれ違うんだよ。の実は龍馬もね左近も知ってるの。女だってことをどうしてですか？だって格好じゃわかるでしょ。ただね、すね毛が生えてないとか。いや太ももむっちりとかね。いやそういうんじゃなくて、ただ左近とかはその葉隠れの里に旅する途中でなんていうか焚き火に当たりながら
なんか過去の話を2人がやってる時に、シナリオではね本編中カットしてるからみんな、気づいてないんだと思ってるんだけれど、本編中で抜いた部分でそのシナリオの中ではどうしてお前は女を捨てたんだっていうのがあって、で実は知ってて綾之助が俺は女を捨てて男として生きていくんだって本人が言ってるから、龍馬も左近も知ってるんですか？っていながらじゃあ男として扱ってあげようという感じの付き合いなんですよ。でも今アニメビジョン見た人はわかるけど全国のファンの人たちわからないかもしれない。パート3見ると分かるようにできてます。いや、全ての秘密が明かされるという待望のパート3、いつ頃皆さんの手元に届きそうですか？ですね、とりあえず今、作画やってる最中なんで、まあ年内中にはなんとか、発売できるんじゃないかなという感じです。はい。お年玉で買わないようになるといいですね。そうですね。まあビクターさんのこう厳しい追求の中をかいくぐるほど度胸がないから、とりあえずなんとかなるんじゃないでしょうかね。頑張ってくださいね。ということで南町奉行所からの素敵なクリスマスプレゼントになりそうですね。以上マミのインフォメーションコーナーいかがでしたか？皆さんからのお便りもお待ちしてます。